されどうも、今回はピーマンの肉詰めを作っていきたいと思います。ピーマンの肉詰めというと日本の食卓には欠かせない料理の一つだと思うんですけどね、もともとのこの料理の起源はトルコにあると言われてもいますよね。トルコのドルマという料理、これは米だったり玉ねぎ、ひき肉、香味野菜をちょっと辛く味付けしてキャベツの葉っぱ、もしくはブドウの葉っぱで包む。これだけ聞くとちょっとロールキャベツの方が近いんじゃないかなって思うんですけどね、これだけじゃなくて、あるいは中をくり抜いたナス、パプリカ、ズッキーニに詰めた料理のことを言うそうです。どっちかというとこっちの方ですよね。この詰めた方。南フランスにもこういった野菜にですね、詰め物をする料理があるんですけど、ファルシっていうんですけどね、それも非常によく似てるんで、多分あれですよね、トルコから西に行ってそういう風に料理が伝わったのかなと。きっとそうですよね。こういうような詰め物の料理はフランスにも非常に多くありますし、他にはローストチキンに詰めたりとか、その他の、ジビエ料理とかですねに詰めたりもしますから、それらがね、回り回って、最終的にピーマンの肉詰めっていう形で日本に来たんですかね。それで今回はそのピーマンの肉詰めですね。よくあると思うんですけど、ピーマンの肉詰めってピーマンとね肉が剥がれるじゃないですか。あれはね、こうやっぱピーマン嫌いからすると結局ピーマン単体で食べなきゃいけないっていうね、辛いものがありますよね。僕はあれですね、ピーマン全然嫌いじゃないんで、むしろ好きですから、そういったなんでしょうね、悩みはないんですけど、剥がれたところで。ただね、どうせだったら一緒に綺麗に味わいたいじゃないですか。ということでですね、今回はそういった詰め物のお肉とピーマンが剥がれないような、そんな作り方をしていきます。まずはピーマンの中に詰める具材ですねの調理を始めます。ひき肉ですね、だいたい今回使う量の半分をフライパンで香ばしく炒めていきます。しっかりとなんですかね、焼き色がつくぐらいまで炒めましょう。中火で問題ないと思います。でちょっとね、油が出てきますから、それらはペーパーなどでいい感じに拭っておいてください。それでお肉香ばしく焼けてきたら、フライパンの端に寄せて最初に切っておいた玉ねぎとニンニクですね、これらも、加えて炒めていきます。香りが出てきたら生姜、あれ違う、こっちがニンニクですね。つまりさっきは玉ねぎと生姜を先に炒めて、その後にニンニクを加えました。すいません。それで少し、ナツメグも加えて、あとはこの合わせ調味料ですね、これも動画の最初の方で合わせておいたものを加えて、結構ね濃いめの味にしますね。で引き上げておきます。でこれ引き上げて軽くね冷蔵庫で冷ましておきましょう。後で冷たいひき肉と合わせますからね、その時にね、あったかいと冷たい方のひき肉に火入っちゃいますから、そしたら困っちゃいますもんね。それでこの後はピーマンの下処理です。ヘタは薄く外しておいて、外さなくても火入れば食べれるんでね、いいんですけど、薄く外して、でこれ、見てわかる通り斜めにカットしてるんですよ。斜めにねカットすると、これ結構ね肉が剥がれないんで、剥がれないというか剥がれづらいんですよね。なんで、縦半分に切っちゃうとね、よく見る形は縦半分なんですけど、あれねやっぱどうしても外れちゃうんですよね。かなり強力な接着剤がない限り。なんで今回は斜めにカットしてます。はい、で今ボウルの中で合わせてるのが、冷たいなんでしょう、フレッシュの方のひき肉に卵を合わせて、パン粉、牛乳っていうような感じですね。
これにさっき炒めておいたひき肉を加えて、味と食感ですね、だいぶ奥行きが出てね、味わいにも変化が作れるんで、これをねやっておくのはおすすめです。であとはしっかりムラなく混ぜ合わせておきます。これもそのフランスで言うとなんでしょうね、練り物をただ詰めるだけじゃなくて、フライパンで炒め合わせたものを詰めることも結構多いんですよ。なんでそれらを両方のねいいとこ取りをするような感じで今回はアレンジしてます。それでピーマンには小麦粉ですね、全体にまとわせて、それで中に先ほど作った詰め物をしっかりと詰めていきます。これちゃんと押した方がいいですね、隙間ができないように中で。これあと最初掃除ですね、ピーマンカットした時に言い忘れたんですけど、中のね白い部分とかははっきり言ってほぼ取らなくていいですね。種もトントン叩いて軽く落ちる程度外しておけば問題ないです。それらがね肉が剥がれづらくしてくれたりするんで、全部取っちゃうとね剥がれやすくなっちゃいますからっていう裏技です。あとは中火でしっかりとお肉の方とピーマンの方香ばしく焼いていきます。で少し弱火に落として蒸し焼きにするような感じですね。これで、肉のね中まで火を入れていくような感じです。水分とか入れてね蓋するっていうやり方もあるんですけど、そうするとやっぱどうしても水っぽくなっちゃったり、肉汁が逃げすぎちゃうんで、水分は今回は使わないです。それで焼いたらフライパンは少し拭き取って、お酒、醤油、みりんですね、1対1対1です。でしっかりとこれも煮詰めていきます。ここでね煮詰めて、ちょっととろみが出るようなぐらいまで煮詰めます。それでそこに、オリーブオイル、このオリーブの風味と味わいが非常にいい役割を果たしてくれますから、これは肝心ですね。そしてそこに先ほど炒めておいたピーマンの肉詰めを戻してソースを煮絡めます。というわけで盛り付けですね、ドレスいきます。十分緑がね鮮やかなんですけど、またちょっとだけ、イタリアンパセリとかね振ると色合いに変化が出てね綺麗に見えます。あとハーブ感も欲しいですからね。とパルメザンチーズ、これをたくさん振りかけて、あと黒胡椒を仕上げに振っておくことをおすすめします。めちゃくちゃうまい。こんなピー肉うまいことあるんだろうか。やば。もう最初にちょっと香ばしく炒めておいた肉味噌みたいなのを練り込んでるんで、かなりね味わいがしっかりしてて奥行きがあります。そして食べた時のこの肉のジュースがふわっと口の中広がる感じがまずいっすね。これはまずいことになりましたよ。というわけでピーマンの肉詰めでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。